はいどうも。今回はジャンク LED 照明をやっていきます。大きさはかなり長いですね。メーカーは4の型番が YN360 というものですね。ジャンク流は電源が入らないとのことです。スペック的なのは画面に出しておきますね。全体図は収まりきらないので部分ごとになりますが外観を見ていきます。まず LED がある面ですね。そして下部にバッテリースロットと DC ジャックがあります。反対側に操作面ですね。操作面の上にオレンジ色のフィルターがついています。このフィルター LED の面に磁石で取り付きます。上面は何もないですね。底面に三脚用のネジ穴があります。という感じで全体的に、見えにくいですけど傷はあるんですが割れ等はないですね。電源が入らないだけみたいです。だけといってもそれが一番の弱理由なんですけどね。次に動作確認をしていきます。動作確認の電源入力はバッテリーか DC 入力ですね。バッテリーは持ってないので DC 入力ですね。12V 5Aマックスみたいです。安定化電源で 12V 入れます。数値はこの辺に出しておきます。電源入れてみます。一瞬点灯しましたね。電源ボタンがこれだと思うので押してみます。一瞬点灯はしましたが反応はないですね。操作はできませんでしたが一瞬点灯できたので完全に死んでしまっているわけではなさそうですね。外観からできることはこれ以上ないので分解します。見た感じネジがあるのは LED 部分に1、2、3、4、5、6、7、8箇所ですね。で、操作部分の反対側に1、2、3、4箇所ですね。とりあえず操作部分を分解します。開かないですね。ひょっとするとこの表示用のパネルの裏側にネジがあるのかもしれないですね。パネルの裏にネジがあるか簡単に確認する方法ですが、磁石ですね。置いて移動させていきます。パネルの裏にありますね。ありますね。1、2、3、4、5、6箇所ありますね。このパネルを剥がないとダメですね。外れました。ネジありますね。中身こんな感じですね。見にくいですが何かヌメヌメした液体のようなものがついてますね。アルコールはすでに蒸発してしまっているので、アルコールではないですね。これは何でしょうかね。横の面にも付着してますね。基板外してしまいます。基板側には液体のようなものが付着してないですね。この状態で電源を入れてみます。一瞬表示されるって感じですね。で、一応基板を目視確認したところ、目視では何ともなさそうですね。コンデンサーの容量を一度測っておきます。この状態なので正確に出るかはわかりませんけどね。
330マイクロファラット。出ないですね。搭載された状態ではうまく測れないみたいなので、一度コンデンサーを外して一つ一つ確認します。取り外したコンデンサーを測っていきます。330マイクロファラット。350.3 マイクロファラットありますね。220マイクロファラットありますね。220.2 マイクロファラットですね。220マイクロファラット。221.8 マイクロファラット。大丈夫ですね。330マイクロファラット。349.2 マイクロファラット。大丈夫ですね。220マイクロファラット。222.1 マイクロファラット。330マイクロファラット。349.2 マイクロファラット。大丈夫ですね。直列内部抵抗もほぼ問題ないですね。ということはコンデンサーではないですね。コンデンサーを取り付け直しておきます。電源が不安定になる定番のコンデンサーは大丈夫ですね。とりあえずこの LED 方向も分解して確認をしておきます。こちらがダメでこちらも落ちてる可能性もありますからね。LED 側のパネルを取るためにこのカバーも取らないとダメみたいですね。裏側のカバーを外すと LED のカバーを留めているネジが2箇所見えますね。これも外します。LED のカバー取れました。LED のパネルもさらにネジで止まってるみたいですね。通常の LED、カラーが裏に入ってますね。LED パネル側は特におかしな部分はなさそうですね。まあ、ショートしてるかはわかりませんけどね。ショートはしてないですね。カラー側。大丈夫ですね。とりあえずパネルは大丈夫っぽいです。やはりこの制御パネルのどこかが悪いんでしょうね。ぶっ
物理破損はとりあえずないですね。どこか内部故障なんでしょうね。ワイヤレスマイクのバッテリーが切れてたので、途中音声なかったかもしれないです。で、コンデンサーの確認と LED のパネルの確認終わって、メイン基板の細かい確認も終わったので、発熱がどこかあるか見ておきます。電源入れます。ここに何かいますね。あと、この辺の裏側にもいるみたいですね。裏側は制御チップですね。今発熱したのこれですね。三端子レギュレーターじゃないですかね。三端子レギュレーターと同時に発熱していた制御チップの周りを見てみます。電源入れます。これが制御チップですね。その下に筋が伸びてますね。これ何かショートしてるかもしれないですね。確認してみます。先ほど発熱した何かしらの制御チップがこれですね。で、赤い筋がこちら側に伸びていたので、その先にまっすぐあるのが、このコンデンサーですね。このコンデンサーがショートしてるかもしれないので確認します。ショートしてますね。で、グランドとコンデンサーをやると、両方ともショートしてますね。なので、このコンデンサーを一度外してみます。コンデンサー外せました。外せましたというか、突き立たってるのがコンデンサーです。グランドと制御チップ側、ショートなくなりましたね。グランドとコンデンサー、ショートしてますね。もう一度このコンデンサーを外して単体で見てみます。ショートしてますね。外したコンデンサーにショートが確認できたので、この状態で電源入れてみます。このコンデンサーが原因だとすれば安定するかもしれないですね。燃えるかもしれないんですけどね。やってみます。入力は 7V1A ですね。この基板が 6V から 12V まで大丈夫みたいです。電源入れます。直後に発光しなくなりましたね。電源ボタンを押してみます。発光し続けてますね。調整できるか回してみます。しっかり変化しますね。次 RGB がこのボタンのはずなので押してみます。変わりますね。安定するようになりました。安定するようになったのがいいんですが、このコンデンサーの容量がわからないんですよね。発熱したセーブチップからわかりますかね。調べてみます。N51802 というチップですね。これは何か調べてみます。N51802 は Bluetooth の制御チップですね。コンデンサーがついてたのが39番ピンですね。データシートから見ると100ナノファラットみたいですね。で、100ナノファラットのコンデンサーを探していきます。コンデンサーはこれから探します。サンプルブックです。かなり便利なんですよね。一括で手に入れるには。安いですしね。最後の最後のページに100ナノファラット。耐圧 16V ですね。サイズ的にも一緒だと思うんですけどね。コンデンサーのサイズ比較ですね。おそらく同じ0402タイプですね。こちらが0402ですね。同じ大きさだと思います。大きさ違っても容量が100ナノファラットあってれば大丈夫だと思います。
コンデンサー取り付け終わりました。これで燃えなきゃいいんですけどね。コンデンサーに取り付けてきたので電源入れてみます。6V 1A ですね。点灯しないですね。電源スイッチを押してみます。大丈夫ですね。調整もできてますね。ですね、これで治りました。一応先ほど発熱していたのがどうなったのか、画像この辺に載せておきますが、この先にある、これが制御チップですね。で、この辺に伸びていたのがショートして赤くなってた部分ですね。これが解消されています。3端子レギュレーターも今 LED がついた状態で、そんなに発熱してないですね。大丈夫だと思います。動作的な修理は完了ですね。ということで、元に戻していきます。何かわからない液体拭いておきます。つける前に拭けばよかったですね。色的には油ですかね。技的ないですね、このライト。海外の認証マークはついていますが、日本の技的マークないですね。このまま使えないですね。直しただけの動画になりますね。まあ、動作確認の時に電源入れちゃってるんですけどね。この後は出さないようにするか、Bluetooth が入ってるので、Bluetooth の出力を極限まで落として、すぐ隣にあっても認識できないレベルまで落とせれば使えるかもしれないですけどね。それはできるかどうかはわかんないですけど。これは組み立ててこのまま終わりですね。電源が入ることが確認できたので、それを動作確認とします。それしかないですね。アンテナをすべて外して、アンテナ基板に直接なんですが、それを全部剥ぎ取って、ダミーロードか何かをつけて、出力をしないように、というか極限まで下げるって感じですね。すればなんとかなるかもしれないですが、それは動画にはしません。なので、これはこのまま閉じて封印ですね。まさか技的がないとは思いませんでした。とりあえず組み立ててしまいます。これで組み立て完了ですね。組み立て完了しましたが、技的がないので使えない置物が完成しました。修理は完全にできたんですけどね。まさか技的がないとは思いませんでした。その前に気づけって話なんですけどね。最後の最後に気づいたって感じですね。それから説明書にあったのかもしれないんですが、説明書がないですね。
インターネットを見てみても説明書を入手することができなかったので、確認ができないですね。履歴認証番号が。なので、置物です。ちょっとかっこいい置物です。どっかに立てかけとけば、なんかなるんじゃないですかね。ということで今回は置物の修理をしました。このチャンネルでは今回のようなジャンク品修理や出会いをしています。内容がいいねと思ったらグッドボタン、また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。いやーまさか